どうも、クビオです。今、愛知県にある JP スターさんにいます。この新型キャンピングカーディスカバリー、先日動画で公開したところ、続編が見たいとリクエストありましたので、今回実際の車中旅に行って快適性を確かめます。市街地、街乗りしてみて、スーパーに行って、ここで調理してご飯いただきます。そしてマルチルーム、シャワーありますんで、シャワーもこちらを使用します。今回こちらでパソコンを使って仕事をしながら生活し、電力いけるか確かめます。普段自分が乗ってるのはこのバンテックの GIL520 なんですけど、同じカムロードベースということで違いを体感します。1日目は一般道を走り、街中市街地で車中泊、そして2日目は高速道路旅に行きます。ディスカバリー特徴を簡単に言いますと、850万円で最新フル装備のキャンピングカーです。家庭用エアコンに 400W ソーラー、400Ah リチウムバッテリー、3000W インバーター、108リッター冷蔵庫、電子レンジ、マックスファンにシャワー温水ボイラー、 FF ヒーター、シンクに2バーナー、そして換気扇、ルーフ窓、電動ステップ、電動オーニング、運転席は4方向の長寿カメラ。今回紹介するものほとんど850万円に入っています。諸経費と税金も込みです。かなり安いです。これ大丈夫なんでしょうか。本当にちゃんと使えるのか、とことん確かめます。車のスペックを簡単にお伝えします。全幅が 2010mm、 全長 4990mm、 全高は 2840mm、 乗車定員7名、就寝定員5名、2のガソリンです。重量 3.5 トン以下なので普通免許で運転できます。4駆も現在開発中ということで、4駆の場合は 3.5 トン超えますので、現行の普通免許では運転できないようです。今回気になるポイント、まずはバッテリーシステムです。今回 JP スターさん、なんと 48V のニューパワーシステム、電源システム開発しました。もう搭載されています。ビルダーさんが開発して搭載されたキャンピングカーは多分日本初だと思います。ポータブルバッテリーのエコフローさんは 48V システムのパワーシステムも作ってるんですが、自社で開発して設置されているのは初めてだと思います。ここにあるんですけど、現在 52.7V、 普通ね 12V とか 13V なんですけど、すごい高いです。でこれのメリットが高い電圧なので電流が少なくてロスが少なく発電が少ないそうです。そして一番の恩恵は充電が早いようです。でまた充電の入力だけじゃなくて、この出力ですね、こちらも高くできるようです。先ほど外部充電確かめました。家庭用コンセント AC からの入力 98V でなんと 1500W 充電しています。でこの時はソーラーの入力はカットされるようです。で走行中の充電、走行充電もかなり充電速度が速いようです。こちらは実際に確かめます。普段自分 GIL520 でシャワー浴びてるんですけど、このディスカバリーもかなり広いです。実際に使ってみて使い心地確かめます。この換気扇ですね、こちらも能力調べます。ここでお肉焼いてもいいと許可出ましたんで、今日は焼肉やってみます。でこの108リッターの冷蔵庫ですね、こちらも使ってみます。でキャンピングカーで大事なベッドですね。このソファーベッド、こちら全面ベッドになります。でバンクベッドも使用できます。今回1日目はこちらのソファーベッドで寝て、ベッド展開面倒ではないか確かめます。2日目の高速道路旅でバンクベッドで寝てみます。次はこのリアエントランスですね。名前の通り一番後ろに入り口があります。普段自分はセンターエントランス、もうキャンピングカーの王道のレイアウトなんですけど、こちらとの違いですね。やっぱりこのリアエントランスは遮るものが何もないんで広いんですよね。結構憧れます。ただその分デメリットとして常設ベッドがなくて外部収納がほとんどありません。唯一あるのがここですね。運転席の後ろ、こちらが開いて、この中のソファーとつながっています。なので憧れていたリアエントランス、実際の使い心地はどうなのか身をもって体感します。で次は何といっても走行充電ですね。この新システム 48V システムで一般道何ワット発電されるか、高速道路も何ワット発電されるか確かめます。でこちらのモデルガソリンエンジンなんですけど、2リッターということで上り坂しんどいんじゃないかなと思います。自分は一世代前のカムロードディーゼル4駆乗っています。ディーゼルとの違いも確かめながらお伝えします。で次なんですけど、このカムロードフロントはスタビライザー、この左右のロールを押さえる棒みたいなのあるんですけど、それがついてます。でリアはついてなかったんですけど、こちらモデルは新しくついています。ちょっと暗くて見にくいんですけど、この横の棒があるんですけど、それがスタビライザーです。自分のカムロードはリアのスタビライザーついてなかったんで、シャドウさんのリアスタビライザーをつけました。かなり安定しています。なのでカムロード純正のリアスタビライザー乗り心地が楽しみです。このリアのスタビライザーついていないカムロード乗ったことあるんですけど、やっぱり風の煽りで結構揺れたりとか
コーナリング時ですね、ロール左右の傾き結構ありました。どのぐらい軽減されてるんでしょうか。はい、それではもう車中泊のアイテム、荷物積み込みました。今のところ収納は結構余りました。このソファー上の上部収納が結構容量あります。こんな感じで容量あったんで、もうそのままこういった木のボックスとかそのまま入れてます。でこちら反対側も着替えとかお風呂の用意とかですね。でモバイルバッテリーとか入れています。でキッチンなんですけど、ここに収納あると思ったら、こちらはガスボンベ接続する空間になっています。で電子レンジの下もあるんですけど、収納がもうなんかトリセツとか入ってますんで、ここは使わないでおきます。ここは何を置きましょう。傘とかですかね。で一旦この一番使いやすそうな上の上部収納、こちらにお皿とか簡単なコーヒーとかお茶とか入れています。でその横は調味料とか置きました。でこのギャレーの真後ろにもテーブルがあって、この下も収納あります。でここもかなり使いやすそうだったんで、ラップやアルミホイル、ティッシュなど置いています。でこの横は結構スペース大きかったんで、こういった炊飯器とかフライパンなど大きいもの入れています。でその横ですね、こちらも結構容量あったんですけど、一旦今回はこちらゴミ箱を置いています。で溜まったゴミはこの中にストックしていきます。でその下はこちら防水にしているそうで、靴などを置けるようにしているそうです。でゴミが溜まったら、この後ろに外部収納があります。そんなに大きくはないんですけど、ゴミ袋 2,3 個置けます。今回寝るのは寝袋ではなくて、この布団持ってきました。やっぱりキャンピングカーは布団で眠れるのがかなりのメリットですよね。で外に電動ウォーニングついてるんですけど、今回はもう使えませんので、ここで使用しておきます。やっぱり電動は楽ですね。ちょっと隣のハッピーワンに当たりそうだったんで、もう止めてきました。で収納しておきます。でお水は80リッタータンクあるんですけど、先ほどこちらから入れて満タンにしておきました。これね、2種類あるんですよね。これ本当ありがたいです。でこっちは外部シャワーで温水とお水両方出ます。でその横はこの AC コンセントあります。こちらは入力ではなくて出力になりますので、ここのオーニングを広げて、でテーブルで電気ホットプレートでバーベキューなども楽しめます。なんか夢広がりますね。でお水のタンクの方はこんな感じでデジタルで見れます。現在 100% です。で排水タンクも見れます。これありがたいですね。で排水タンクはこちらにレバーがあって、このレバーを引くと排水されます。こちらは排水できる場所のみの排水になります。ですごい良かったのが、この生活用水タンク80リッターあるんですけど、そちらもレバーで排水できます。こちらですね。自分のジルだとこのサードシートの下に生活用水タンクがあって、そこのタンク手突っ込んで線を抜かないと排水できません。なので DIY でこういった線つけて排水できるようにしました。そういった DIY しなくて最初から排水できるのはかなり嬉しいですね。そして運転席の常時4方向カメラですね。この車体の前方やサイド、後ろと4箇所についています。こちらは R&B モニターに変わるかもしれないということです。で後ろのテールランプなどが結構 LED でかっこよかったんで、一回光らしておきます。ライトオン、ハザード、ブレーキ、バック、結構かっこいいですよね。でこの下は反射板のようです。フロントは新型カムロードなんで LED ヘッドライトです。で今回燃費なんですけど、 FF ヒーターや温水ボイラー、ガソリン使えますのでもう計測しません。で空気圧はフロントは 5.5、 リアのダブルタイヤは 4.5 ずつです。いやーテンション上がっていっぱい説明しちゃいました。遅くなりましたが、今から車中生活スタートです。はい、それでは安全運転で行ってきます。行く場所なんですけど、市街地の方行きます。街中の駐車場で車中泊します。乗り心地なんですけど、足回りですね。これショック結構柔らかいんで、リアがダブルタイヤということで結構ガタンガタンなるかなと思ったんですけど、柔らかめで乗り心地はいいです。ただコーナリング時のロール心配ですね。これはこの街乗り機での加速なんですけど、ディーゼルに比べるとやっぱりガソリンなんで少し加速感がありません。ディーゼルよりアクセルを 1.5 倍ぐらい踏んでるような感覚になります。ただ法定速度までは問題なくスムーズに加速してくれますんで、街乗り機では問題ありません。ガソリンは2リッター最大出力132馬力、最大トルク179ニュートン、ディーゼルエンジンが 2.8 リッターディーゼルターボ144馬力300ニュートン。馬力はあまり変わらないんですが、トルクが全然違いますね。市街地などの平地は大丈夫なんですけど、問題なのが上り坂ですね。高速道路の途半車線など登ってくれるでしょうか。後で体感します。燃料タンクはガソリンの方が20リッター多く80リッターです。はい、じゃあ少し走りましたんでスーパー寄って買い出しします。はい、到着しました。高さ制限ありますね。 3.8 大丈夫です。
はい、到着しました。名古屋市内の青木スーパーです。このゲートが 3.8 メーターの高さと、もう一つ 2.8 メーターありました。ディスカバリー高さ 2.84 と4センチ当たってしまいますんで、ゲート手前のところに止めました。横幅が2メーターと1センチということで、1センチオーバーしてるんですけど、このサイドウォーニングが出っ張ってるからです。車体自体の幅は1メーター95センチなんで、このラインからはみ出ていません。で、後ろまだ10センチぐらい下がれるんですけど、もう怖かったんでやめました。なので輪止めまでは下がっていません。で、その分少し10センチぐらい出ている感じですね。こういった感じで後ろに壁がない駐車場でしたら2メーター ×5 メーター以内ということでぴったり止められると思います。こんな感じで高さ制限のある駐車場や 2.1 メーター以下の立体駐車場多いんですけど、もうそういう駐車場はこの世の中にないものと考えれば問題なく止められます。意外とね、入り口などにこういった高さ制限のない青空駐車場用意されてますんで、なんとかなります。それでは冷蔵庫に食品入れて少し休憩します。テーブルの横、ここに小物入れがあります。ドリンクホルダーやリモコンなど入れれます。で、ここに USB2 箇所あります。こちらからしてもスマホの充電がいつでもできます。これは嬉しいですね。そして照明なんですけど、暗くなってきたんですごい映えます。この完成照明ですね、上の方があります。で、この収納の下、ラインテープみたいな感じで、こちらも LED ライトがあります。入り口の方もずーっとラインテープみたいな感じで照明が貼られています。スポットライトとかはないんですけど、すごい落ち着く空間です。で、照明はこのスイッチ、ここ2箇所だけですね。で、その下が野外の照明で、トイレのライトで、換気扇で、サンルーフで、水のポンプですね。で、冷蔵庫あります。で、ここにディスカバリーがいます。可愛いですね。で、その横はバッテリーの残量や入出力のワット数、電圧が上がります。で、その横なんですけど、こちらを押すとインバーター、AC コンセントなどが使えます。そしてここのメインのテーブルなんですけど、こんな感じで動きます。前に出たりで、こんな感じで横に動いたりします。ここにロックスイッチありますんで、これをロックすれば動きません。で、これレバーみたいなんですけど、これ押せば下に下がります。このテーブル下げてベータ展開するときに使えます。後で寝るときにやってみます。そして冷蔵庫の中にこの2日間の食料すべて入れたんですけど、108リッターと容量あるんですけど、この上半分が冷蔵庫なんで結構パンパンになっちゃいました。この下は冷凍庫なんですね。冷凍庫こんなにいらないですよね。で、ちょっとね、使いにくかったのがこのドリンクホルダーみたいなところなんですけど、これがこういったビールなどの 360ml 缶はいけるんですけど、こういったペットボトルですね、これを入れると閉まりません。なので500のペットボトルはこっちがですね、寝かして入れる感じになります。この辺はちょっと不便かなと思いました。で、あとちょっと自分が悪いんですけど、このネギ入らないでも曲げて入れてます。それでは再出発するんですけど、気になっている走行充電、現在こちら電気は 220W 使っています。冷蔵庫と合わせて一旦全部切ってみて、エンジンつけて何ワット充電されるか検証してみます。はい、エンジンつけます。はい、つきました。で、後ろの電気は全て消えています。やっぱりガソリンエンジンなんでエンジン音はかなり静かです。はい、現在 670W ぐらいですね。なんか思ったより高くないですね。で、バッテリー残量が 89% と結構残量もありますんで、充電を抑えられているのかもしれません。走行しながらはモニターが見えないので、明日高速道路走行した時に1時間ぐらい走ってみて、バッテリー減らした状態から計算してみて、走行中の発電ワット数を計算してみます。はい、再出発します。それではですね、もうどこか駐車できるコインパーキングがあったらそこでもう車着します。はい、ブレーキなんですけど、
これ意外とですね、そんなに重量ないからか知らないですけど、結構しっかり止まってくれます。もちろん乗用車のように止まってくれるわけではないですが、タウンエースや軽ベースのキャンピングカーに比べるとしっかり止まってくれるといった印象です。ブレーキはもう強化しなくてこのままでいけるかもしれません。はい、じゃあ次、街乗りでのコーナリング体感してみます。現在20キロですね。左折です。90度。あ、結構ね効いてますね。リアのスタビライザーが効いています。次、右折ですね。現在15キロ、20キロぐらいです。あ、こちらもスムーズです。このリアスタビライザーのないカムロードも乗ったことあるんですけど、全然違います。ダブルタイヤに加えてリアスタビライザーがあることにより結構安定してるんで、これで街乗りだったら十分です。あとは高速道路でどうなるかですね。風の煽りやジャンクションのような高速コーナリング、こちらはまた明日確かめます。あ、ここ良さげですね。はい、到着しました。フリップが上がるタイプの駐車場ではなくて、このカメラでナンバーを鑑識するタイプの駐車場です。ぴったり枠内に収まりました。もう後ろはこんな感じでギリギリまで要しています。やっぱりキャンピングカーはこれですよね。一瞬で車中泊モードに変わります。これは楽ちんです。それでは早速、もうお腹空いたんで焼肉食べます。いただきます。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。それでは片付けしていきます。で、照明なんですけど、自分これで終わりかなと思ったらまだありました。ここルーフまでのところにありました。ここにスイッチがあります。これ結構明るくて、なんかシーリングライトのような全体を照らしてくれます。まずはこのコンロ周りなんですけど、結構油やっぱ飛んでます。これは匂い残りそうな感じですね。拭いておきます。こっちの壁も見えないんですけど、一応拭いておきます。あとはこのガラスカバーの裏ですね。ここは結構飛んでると思います。でも全体的にやっぱり掃除しやすいですね。このくつろぐソファーのスペースと完全にコンロ分かれてますんで、油はこの辺閉じてるんですけど、こっち側にはやっぱり行きにくいですね。この辺がリアエントランス、すごいいいですね。このコンロの下ですね、ここも飛んでるんですけど、この五徳は取れません。ちょっとこれは掃除しにくいですね。
こんな感じでこの五徳の間上から拭かないといけません。で残りお皿などを洗っていきます。焼肉のタレは結構匂いしますんで、このキッチンペーパーに吸わしてゴミで捨てます。フライパンは大丈夫ですね。ほとんど汚れてないです。少し汚れてますね。こちらも一応軽く洗っておきます。この辺の普通のお皿も油結構ついてますんで、まずは拭き取ってからこのお水タンク汚れないようにしておきます。それではせっかくなんで温水使ってみます。これが温水ボイラーのコントローラーです。エバスペッヒャーの温水ボイラーで、温める燃料はガソリンを使用します。でよくある温水ボイラーでラジエーターの熱を利用して温める方法があります。エンジンの熱を利用する方法ですね。そちらの機能は搭載しなくて、もうガソリンを燃焼して温める感じになります。この温水ボイラーなんですけど、車が走行しているとき使用可能ということです。ただガソリンスタンドなどは使用不可ということです。はい、じゃあ使ってみます。これ3秒間長押しで電源がつきます。はい、でこれなんですけど30分って出ています。例えば20分とかにすれば20分で切れるようです。出たらオフタイマーですね。無限にずっと沸かすこともできます。これ何分でお湯できるんでしょうか。測ってみます。で現在は約400ワット消費してますね。照明も入っています。冷蔵庫も。はい、1分半経ちました。さすがにまだ出ないと思うんですけど、1回やってみます。でこっち側がお水、こっち側がお湯です。あげます。勢いいいですね。そうですね、さすがにまだあったかく、でもほんのり、もうあったかいです。もうあったかい。すごい、これめっちゃ早いですね。はい、ディスカバリーのキッチンで初めて車中飯作ってみて感じたんですけど、めちゃくちゃ広いです。ここの台が丸々使えるの大きいですね。自分のセンターエントランスのキッチンより全然広いです。このシンクの周りですね、この横も意外と幅あるんで食品置いたりできます。これは車中飯を作るものからしたらかなり羨ましいです。それでは今お湯も温まってますんで、もうこのままシャワー入ります。着替えやお風呂セットはここに入れています。汁から持ってきました。ぴったりですね。マルチルームの中なんですけど、現在ラップポン置いています。こちらのラップポンは防臭袋を熱で密封してそのままゴミとして出せます。赤ちゃんのおむつ扱いですね。今は折りたたんでコンパクトにしている状態です。自分はマルチルームにトイレが絶対必要な派です。というのもですね、やっぱりトイレがあるとどこでも車中泊できますんで、車中泊スポットの幅がぐっと広がります。ただ難しいのがシャワーも使いたいんですよね。ラップポンはこのままお湯かけられません。なので一旦出します。これがちょっとめんどくさいですね。でこれまた重たいんですよね。ぶつけないように、ちょっと触れちゃいました。ごめんなさい。で傷つけないようにゆっくり置きます。ちょっと一旦ここ置いておきます。こっちの方がスペースが生まれやすいんですけど、このドアがこう開くんで入りやすいんで、もうここに置いておきます。はい、で中のシャワーはこんな感じです。でこの下に手洗う水道蛇口もあります。でこの鏡もライトつきます。だいぶ明るいです。でなんといってもこれですよね。マックスファンがついています。これで換気できます。ここに窓ありますんで、マックスファン回せばここから空気取り込んで換気できます。そしてシャワーカーテンもあります。これで入り口のドアに水がいかなくなります。これ今一番端に立っている状態なんですけど、こんなに広いです。向こうに手届きません。で反対側に立ちました。こうやってもシャワー浴びながらかなり広く洗えます。なんかぶつかりそうな感じはしません。 JP スターさんのこの水道の水の勢いですね、かなりあったんでシャワーもあると思います。これは楽しみです。それでは行ってきます。いやー、さっぱりしました。やっぱりキャンピングカーの中で入るシャワーは格別ですね。こちらがシャワー終わって、もう掃除も何もしてない、そのままの状態です。こんな感じで、もう壁にはびっしりと水滴がついています。はい、このヘラ持ってきてますんで、軽く水切っておきます。
で、床拭く用にこういったスポンジ持ってきました。こちら吸水スポンジです。こんな感じで水を吸い取れます。はい。で、水をある程度吸水したらこれを引きます。水が出ます。これで手を汚さずに水を拭き取ることができます。ある程度拭き取れました。まだまだ濡れてるんですけど、もうあとは乾かしておきます。こちらを窓開けて、そしてマックスファン回しておきます。お、すごい風が回ってます。もう一番弱くしておきます。結構すぐ乾きそうですね。FF ヒーターあるんですけど、このマルチルームにダクトがないんですよね。FF ヒーターの。なんで中は結構寒かったです。多分頼んだらつけられると思いますんで、もし冬にシャワー入る予定のある方は、マルチルームの FF ヒーターのダクト頼んだ方がいいと思います。で、水の勢い、シャワーやっぱすごい良かったですね。たくさん使っちゃいました。で、残量なんですけど、こっちで見られます。あ、給水タンク、100% やったのがもう 60% になってます。あれで、排水タンク、これ、なんかもう 90% になってますね。これだったら、もう使えないですよね。多分これ、バグじゃないですかね。さすがにこれ、お水が 40% 減っても、排水タンクが 90% っていうのはおかしいですよね。ちょっとこれまた JP スターさんに聞いてみます。しばらくマルチルームにいてですね。で、出てきた時、なんと焼肉の匂い全くしませんでした。これ成功したかもしれません。やっぱりここに換気扇あるんで、すぐに匂いが排出できたかもしれません。また明日の朝確認してみます。で、バッテリーの残量は現在 82% です。で、寒いんで FF ヒーターつけようかなと思ったんですけど、明日高速道路でのバッテリーの走行充電何%増えるか検証してみたいんで、もっと減らしておきます、バッテリーを。なのでこの家庭用エアコンの暖房を使って電気消費します。それではまたこのラップも中に入れておきます。これがやっぱりちょっと面倒ですね。はい、今エアコン使って消費電力は約 800W ですね。かなり電気使っています。そしてここにあるものなんですけど、こちら実は JP スターさんが開発したポータブルバッテリーになります。これね、結構すごいんですよね。このソファー下にブレーカーとかあるんですけど、ここのレバーを操作すると、なんとこのポータブルバッテリーでこの全ての電気、家電などが動きます。なのでキャンピングカーのサブバッテリーの電源がなくなってもポータブルバッテリーでしのげます。しかも配線のつなぎ替えとかも一切なくて、レバーを操作するだけで自動的に切り替わります。こちらの方はまた明日試してみます。テレビ見たりとかしてゆっくりくつろごうと思っていたんですけど、エアコンで車内も暖かくなってきて眠くなってきました。寝落ちする前に先ベッド展開しておきます。まずはこのレバーを上にしてテーブルを下に下げます。次はこのマットをこの上取り外して下のやつをずらします。はい、じゃあサードシートの背もたれ、ここにあったやつをここに入れて詰めれば、一旦ここのベッドは完成です。一人だったらもうこれで十分眠れるんですけど、こっちのソファーも展開してフルフラットにします。まずはこの後ろにあるロック外します。こういったピンになってます。で、2箇所ですね。そしてこの下を引きます。はい、これで OK ですね。そしてこっち側にもピン刺さないといけません。この引いた板がずれないようにロックします。これも2箇所ですね。はい、これで完成です。横幅185、長さ185、正方形のベッド、3人眠れるベッドが完成しました。どうでしょうか。ベッド展開の時間1分半ぐらいですかね。慣れたら1分ぐらいでできそうです。それでは布団敷いて布団で寝ます。もう一人だったらこれで十分ですよね。こちら側はテーブルはベッド展開せずにもう元のまましといたら、こっちでご飯食べてすぐに眠れる最高のレイアウトが完成します。一人使いだったらそれが一番いいですよね。明日はもうこっち側のベッド展開したままで、こっち側はテーブルとソファーのお一人様用ダメ人間レイアウトで過ごしてみます。それでは歯磨きしておきます。結構暑くなってきたんで切ります。でね、まだまだ電気使いたいんで、現在 76% なんで、もうインバーターつけたままで、この電気も全部つけておきます。自分結構明るくしたまま寝るの好きなんですよね。いやー、しかしディスカバリーめちゃくちゃいいですね。
これで850万なんでかなり安いと思います。下手したら日本の大手のビルダーさんの5、6年落ちの中古より安いかもしれません。かなり魅力的なんですけど、やはり実際に使ってみるとデメリットもだいぶ見えてきました。こちらはまた明日まとめてお伝えします。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。このマット分厚いんで背中も痛くならずに眠れました。結構寒いんでまた暖房つけてバッテリー消費しておきます。それでは布団片付けてセッティング戻します。はい、ここなんですけどシートベルトありました。なんでこのセカンドシート後ろ向きに走行中も座れます。そしてここのソファーなんですけど、常設ベッドのようにもうベッド展開して今日はこれ過ごそうと思ったんですけど、この状態だったらテーブルが上がりません。というのもこの下にレバーあるんで手が入りません。一旦こちら戻さないとダメですね。ちょっとだけ戻せればいいんですけどね、手が入ればいいんで。ただこれ動かすにはこのロックのピンをここ外さないといけません。ここともう一箇所ですね、ここ。そして軽く戻したらいけます。でこの状態でレバーを上げます。さあ、そして常設ベッドモードにしますんで、またこちら引きます。でもこれ引くとき足挟まっちゃいますね。ちょっとやりにくいですね、これは。はい、それで最後にまたこのピンを入れます。はい、完成しました。これで常設ベッドモードとこの対面ダイネットですね、こちらが実現します。ちょっと動いちゃったんで暑くなってきました。それでは着替えて朝の準備します。せっかくなんで温水で顔洗います。はい、準備終わりました。朝ごはんなんですけどもう移動します。このディスカバリー肉のガソリンということで上りが少し気になります。なので山の方を走ってから山で朝ごはんいただきます。でサブバッテリーがちょうど 40% になりました。で走行充電で何%増えるか確かめます。今現在ソーラーからの入力で冷蔵庫や照明など搭載されて 17W から 20W 増えていってます。どのぐらい増えるか楽しみです。はい、じゃあ今日の宿代はいくらでしょうか。600円ですね。はい、出発して間もなく1時間ぐらい経つんですけど、まだ山の中入ってません。で一旦ですね1時間と切り替えるのでどこか止まって走行充電で何%増えたのか確かめておきます。はい、コンビニありましたのでコーヒー買ってきました。何%増えてるでしょうか。今現在冷蔵庫のみの電気使用でソーラー発電が 150W ですね。で 55% に増えました。はい、それでは 15% 増えましたんで、このサブバッテリーが 100A マックスなんで 15A 増えたことになります。今の電圧が 53.1V なんで 53V として計算すると 53V×15A で 795Wh 増えたことになります。1時間で。なので 795W ソーラーと走行充電で発電されていた計算になります。冷蔵庫の分電気消費してますので 820-30W ぐらいじゃないでしょうか。これ高速道路では走行充電の発電量増えるんでしょうか。そちらも確かめます。はい、この辺から山道に入っていきます。いきなりも急なカーブや上りに入っています。今道路の表示で 9% の上りとなりました。かなりきつい上りです。でアクセル踏み込んでギアが下がってエンジンの回転数が上に上がって速度を維持している感じです。この辺はやっぱり汁が重たいんで2リッターのガソリンエンジンだとちょっとしんどい感じはします。ただ法定速度は問題なく出ます。法定速度プラス10ぐらいまではいけると思います。で前に普通車何台かいたんですけどもう離されちゃいました。他の人はプラス10から15ぐらいで走ってた気がします。きつい上りに加えてかなり急なコーナリングが続きます。で街乗りでは気づかなかったんですけどこのぐらい R のきついコーナーだとやはりロールはかなり感じます。どうでしょうか。普通の軽自動車 L1 などが 100% でいうと 20% ぐらいだとするとリアスタビライザーのないノーマルカムロードが 70% ぐらいとしますと、このリアスタビライザーついたカムロードのコーナリングのロールが
55ぐらいといった感じでしょうか。ちょっと抑えられてますね。ただ普通の車に比べるとかなりロールするのが分かると思います。はい、今上り下りがあってすごい今下りに入っているんですけど、下りの時ですね、すごい速度がやっぱアップします。アクセル離しただけでは。でブレーキ踏むんですけど、平地に比べるとかなり制動距離が伸びています。上りより危険だと思います。できるだけ速度出さないようにゆっくり走行した方がいいですね。でこのカムロードマニュアルモードありますんで、このマニュアルに入れてシフトダウンしていけばエンブレが効きます。このマニュアルモードのシフトチェンジは本当ボタンワンタッチなんで、結構レスポンスもいいんで運転していてすごい楽しいです。はい、ちょうどいい駐車場だったんでこちらで休憩します。すぐ横はダムがあってすごい空気惜しいところです。なんかこの辺はひょっこり雲が出そうな感じなんで、中に入って朝ごはんいただきます。はい、ちょっと外散歩してから戻ってきたんですけど、車内に焼肉の匂いは全くしません。やっぱりこの換気扇かなり効果ありました。せっかく天気いいんで、このルーフ窓全開にして開けときます。網戸にしておきます。後ろも開けときます。こうすると冷たい風が入ってきて空気が入れ替わってるのが分かります。これ一回上覗いてみます。どんな景色なんでしょうか。おお、すごい、めちゃくちゃ気持ちいいです。これいいな。前にこのソーラーパネル合成タイプが 100W あって、後ろに3つあって合計 400W のソーラーパネルがあります。これなら掃除も楽ですね。でリアの一番後ろにあるのがマックスファンですね。いやー、ここいいですね。ここに登って花火大会の花火見てみたいです。やっぱりこういう遊び心がキャンピングカーの良さですよね。朝ごはんなんですけど、もう今日は本当にシンプルにご飯と味噌汁と鮭と納豆の和食をいただきます。でこういった電子レンジとかもフルで家電使います。ごちそうさまでした。手軽にパパッとこういったあったかい朝食いただけるの、本当にキャンピングカーならではの贅沢ですね。はい、それでは片付けていきます。ちょっと排水タンク今バグっているのか不具合なのかよくわからないんで、もうサランラップ巻いて洗い物なくしました。はい、今 JP さんから連絡があって、このポンプの件ちょっとメールしてたんですけど、どうやら排水タンクを交換しないといけないようです。このリアの一番下、これが排水タンクのコックになります。これを引いたらジャーって出てきます。でこれが排水タンクですね。これがちっちゃかったのか不具合があったのか、一度帰ってから点検するそうです。ちなみにこちらが生活用水タンクです。これですね。これもこのコックを引くとジャーっと全部出ます。この生活用水タンク簡単に排出できるのすごいいいですよね。でこれね、いいなと思ったのがこのタンクのここなんですけど、断熱材貼っています。
アルミと中にスポンジのような断熱材です。この辺は効果あるんでしょうか。寒いとこ行って確かめてみたいですね。はい。で、リアのナンバーのここ、ロック外したら開きますんで、そうするとここですね。ゴミが入れられます。で、ここは開けるとき、この鍵でロックを解除して、でまた閉めるとき、この鍵いりますんで、これはもう鍵なしでロック解除できるようにした方が使い勝手いいですね。あ、ここ網のありましたね、入り口。気づきませんでした。今から高速道路旅に行こうと思ってましたが、タンクの不具合があって水使えないのでやめときます。他にも気になる箇所があったので、全部直してもらってから万全の体制になって、実際の販売されるモデルになってからもう一度高速道路旅に行きたいと思います。 JP スターさんはすごい早いんですよね。すぐにブラッシュアップして完成すると思います。なのでもうここで今回の実際の車尺旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。で、そちらをお伝えする前にこのリアエントランスで感じたこと、そちらもお伝えします。そしてこの JP スターさんが開発されたポータブルバッテリー、これすごいので簡単に紹介します。こちらのポータブルバッテリーは 12V200Ah の容量です。このディスカバリーの電気を全てこちらに簡単に切り替えることができます。このセカンドシートの下なんですけど、ここにブレーカーの電源あります。これまだ試作なんですけど、でこのブレーカーを1回落とします。でこっちが上げます。そしてこっち側も切り替えます。これでポタ電に変わりました。で全部1回電気切れてるんですけど、でもう一度電気などつけていくとつきます。今はこれはキャンペーンカーのサブバッテリーではなくて、このポータブルバッテリーの電気を使っています。この状態でエアコンだとだいたい4時間ぐらい使えるそうです。インバーターはこちらのポータブルバッテリーのインバーター使うことになりますので、エアコンと電子レンジの併用はできないそうです。だいたい 1500W ぐらいだと思います。でもエアコンなどは使わなくて、このライトだけなら1週間ぐらい持つそうです。このケーブル付け替えなしでボタンワンタッチですぐに切り替わるのすごいですよね。この辺の新しいことはやっぱり JP スターさん取り入れるのめっちゃ早いですね。次はこのリアエントランスについてなんですけど、自分は真ん中に入り口があるセンターエントランスに乗っています。で次のキャンペーンカーはこういったリアエントランスですね。広いタイプを買いたいと思っているユーザーも多いと思います。自分もそう思っていました。そんな自分が今回感じたことなんですけど、一番思ったのはベッド展開めんどくさい、これにつきました。やっぱり早くても1分2分かかるし、何よりこの荷物ですね、これを一旦履けないといけません。これが結構めんどくさかったです。荷物もそうなんですけど、家族なら人間も一旦履けないといけません。でここでお酒飲んでもう眠たくなったなという時、このベッド展開は結構空用だなと思いました。それならバンクで寝ればいいじゃないですかと思う人も結構多いと思うんですけど、自分はバンクそんなに好きじゃないんですよね。もしここしかベッドないってなればここで寝るかなといった感じです。理由としては温度が結構違くて、夏場は結構暑いんですよね。であとやっぱり天井も近いので圧迫感も少しあります。この冬になって厚みが出れば出るほど天井が近くなります。なので他にベッドがあるならそちらで寝るかなといった感じです。この常設ベッドモードが一番いいですね。一人ならこのモードはリアエントランスのシュープのレイアウトだと思います。なのでリアエントランスは憧れていたんですけど、センターエントランスも悪くないなと思いました。センターエントランスだとこのダイネとちょっと狭くなるんですけど、リアに常設ベッドがありますんでいつでもすぐ眠れます。ただこのリアエントランスの大きい2つの窓、これは本当に良かったです。もうどこでもキャンプ場みたいな外にいる感じです。そしてリアエントランスはこの調理の油がこっちが行かないので車内に匂いも残りにくかったです。意外に便利だなと思ったのが、駐車した際にびっしり横に車が行ってもこのリアの入り口なんで入りやすいんですよね。普通車はだいたいこの辺ぐらいがオチになります。なので混み合ってる駐車場はかなり便利だと思います。あと個人的に気になったのはこのリアエントランス、荷物が集中しています。でリアはよくキャンピングカー跳ねるんですよね。なのでかなり固定しないと荷物がぐちゃぐちゃになります。特にマルチルームも後ろにありますんで、ラプ分とか跳ねて移動していました。結構重たいんですけどね、その辺が個人的に気になりました。センターエントランスレイアウト、リアエントランスレイアウト、どちらも良さがあり一生悩み続けそうです。ではディスカバリーの実際に1泊2日車尺旅に出かけて感じたメリットデメリットをお伝えします。一つ目はこの換気扇ですね。もう焼肉してもシャキ焼いても全然大丈夫です。結構強力なんですよね。もうずっと位置で使ってました。そしてこの窓の位置ですね、これも最高です。こんな感じで空気入ってここから出るんで、この辺の湯気とかも油とかも全部ここから吸ってくれます。でガスコンロなんですけど、これ2口あって火力かなり強かったです。こっち側の方が強くてこっちがちょっと弱いんですけど、この強い方だとこれで分かりますかね、もう家と変わらないぐらい強いです。で小さくするとこのぐらい弱みもできます。これは料理するものからしたら
かなり嬉しいですね。次なんですけど、このリアエントランスの特有のものでもあるんですけど、JP スターさんのこのキッチンスペースはかなり広いです。特にここなんですけど、もう棚も何もないので全部使えます。実際に使うときはこっち側でフライパンとか使いながら、こっち側に盛り付けもできます。これ本当に家のキッチンみたいでした。で、収納が意外とないようであるんですね。この下も結構入りましたし、で、この上もありますし、で、ここですよね。結構使いやすかったです。この蓋がないんですぐパッて取れます。で、ここもあります。はい。で、今回使わなかったんですけど、この下もあります。自分が乗っている1520のセンターエントランスの多分3倍ぐらいのキッチンの広さがあります。キャンピングカーでも自炊したい人は、このディスカバリーのリアエントランスモデルおすすめです。次は何といってもこの新しく導入されたドイツ製のエバスペヒアの温水ボイラーです。これもうめちゃくちゃ早いですね。暖かくなるのが。今回も1分ぐらいで暖かくなりました。で、5分ぐらいでも熱々でした。朝はですね、もうちょっとだけ時間かかりました。もしかしたら朝はタンクの水がかなり冷えていたのかもしれません。で、このマルチルームですね。すごい広くて綺麗で使いやすかったです。ここにちょっとした棚あるんですけど、これがシャンプーを置いたり、タオルを置いたりできたんで、かなり使い勝手良かったです。で、この温度調整ノブも使いやすかったです。一度決まれば、それで固定して、あとは次から再現できます、その温度。で、ここのね、蛇口も使いやすかったですね。手とか泡ついても、ここで洗えます。あとは温度調整するまでの、その熱かったり冷たかったりするのも、ここの蛇口に流しといて、で、温度が決まればシャワーから流せます。よくあるあるなんですけど、シャワー一旦止めて体洗って、また洗うときに最初冷たかったり熱かったりして、結構難儀します。これを防げるのはいいですね。で、もちろんマックスファンもありますんで、すぐに乾燥してくれました。で、この天井の窓なんですけど、今回自分初めて使いましたが、結構良かったです。これ開けて、上も窓開けると、熱がですね、結構逃げていくんで、かなり空気入れ替わります。夏場とか上開けておくだけで結構温度下がると思います。なのでこっち側にもマックスファンつけれるんですけど、別になくてもいいかなと思いました。で、この上部収納がね、意外と多くて広くて使いやすかったです。奥行きも結構ありますんで、もう2日分3日分の服とかは全然これ一つで足りました。家族だったら1人1個収納を上げれば旅行も十分だと思います。ただこのソファー下のアクセスはこっちからかなりしにくかったです。ここ開けて、で、こうなんで、ソファがあるんで、この下には取り出すものは入れない方がいいかもしれません。で、外から出せますんで、キャンプ用品とか、ここがいいと思います。小物収納はキッチンもたくさんあって、服も大丈夫なんですけど、キャンプ用品だけ、大きいものだけ、リアエントランスはどうしても難しくなります。だから自分は車中泊だけするよっていう人は大丈夫だし、キャンプもするよっていう人は工夫がいると思います。次、このテーブル周りなんですけど、ここに USB があったり、ドリンクホルダーがあったり、すごい使いやすかったですね。人数分ちゃんとあって、小物も入れれます。で、まあまあ広さもあるし、テーブルも高さ自由に変えて、横やこっち側に出したりできます。かなり調整できますんで、いろんな方に対応できると思います。お子様もいけるし、もちろん体の大きい人もいけると思います。次、デメリットなんですけど、まずは走行面から、やはりパワーが少しありませんでした。アクセルペダルをたくさん踏まないといけません。ただ、普通に坂道も登るし、このガセンできついところはディーゼルもきついと思います。もう一つクラスの小さいタウンエースは 1.5 リッターのガソリンです。なのでそれよりかはパワーがあります。もうグイグイ走っていくっていう感じではないんですけど、問題はないといった感じですね。ただですね、あと100万ぐらい出すと4駆のディーゼルがありますんで、資金に余裕のある方はそちらを買った方がいいかもしれません。JP スターさんもまだ発売日は未定なんですが、いずれ出すということです。今自分カムロードのディーゼルターボ乗ってるんですけど、このガソリンエンジンとアクセルの踏む量ですね、比べると半分以下かなと思います。特にストップ&ゴーの多い街乗りはもうストップしてアクセル踏んでっていうのが多いと思うんで、そういう街乗りする方はディーゼルの方がだいぶ楽に感じると思います。この辺は金額と快適さ悩ましいところですね。足回りなんですけど、意外ともうこのままでいけるかなと思いました。今回山道が中心で速度もそこまで出なかったので、コーナーリング時しっかり速度を落として進入すれば問題なかったです。ただ普通車と同じペースで山道走るのは難しかったです。なのでノーマルでも全然走れるし、もうちょっと足回りにこだわりたい人は車外品にすればもっと快適になると思います。ただ今回ですね、強風の高速道路を走っていません。なので次回乗るときは強風の高速道路も試してみたいですね。次、車内なんですけど、メリットがたくさんあった調理、こちらもデメリットありました。まず換気能力抜群だったこの換気扇なんですけど、かなりうるさいです。一回つけてみます。これで今1なんですけど、で2にします。でこれが2で次3にします。これが今3です。かなりうるさいです。はい、こんな感じでもう会話できなくなるんじゃないかっていうぐらいうるさいです。なので自分は1で使っていました。
位置でも結構うるさいですね。次なんですけど、ここごとく取れないんで掃除しにくかったです。ここに油とかね結構あるんで、パカって取れてくれたらバーって掃除できるんですけどね。このガスコンロのガスボンベがここにあるんですけど、結構奥まっていて取りにくいです。でこれ取るときはこう取るんですけど、奥の方はもう本当に絶望的に取りにくいですね。これかなりコツがあります。取れないことはないって感じですね。でまたこのはめるときですね、上にこのへこんでるとこあります。ここに合わせないといけないんで、この向きが大事になるんですね。なのでちょっとコツがいるかなと思いました。なんか見えにくい感じですね。でここの窓なんですけど、こんな感じで開くことができるんですけど、これがですねちょっと開け閉め、この料理中難しかったです。というのも、この蓋上げるとこんな感じでもう開け閉めできなくなります。だから先に開けとけばいいんですけど、こうやってフライパンを置いて調理してから換気しないとと思うと、ちょっと、ここはいけるんですけど、ここ開けちゃうとダメですね。大きなデメリットではないんですけど、ちょっと自分は不便に感じたんでお伝えさせてもらいました。で今回フライパンで調理したんですけど、20センチか26センチかそのぐらいなんですけど、ここにね置くとこう干渉しちゃうんですね。これで火がちょっと怖いなと思う感じなんで、ここ開けとくとここ食材とか置けなくなっちゃうんで、やっぱりここは閉じておきたいなと思いました。でこの奥ですね、こう奥はここくっつけてももう置けないんで、かなりちっちゃいフライパンですね。なので今回はこっちの大きい方で、真ん中ではなくてこのちょっとずらしてこっち側のごとくにちょっと乗せてました。なんでこっち側は火が強くてこっちが弱い感じになりました。ここもうちょっと離れてたらいいかなと思うのと、こっち側もでもかなりちっちゃいフライパン専用にするか、こっちが儲けるならここもなんか当たらないようにした方がいいかなと思いました。ですごい良かったエバスペヒアの温水ボイラーなんですけど、これデメリットありました。お湯が沸いてもすぐにお湯が出なくて、最初冷たい水が出ます。その後にお湯が出ますんで、最初少しロスが出ます。で一度出てしまえばもうロスはないんですけど、毎回少しのロスは出てしまいます。何ミリリッターとかはちょっとわかんないですけど、体感的に1、2、3、そうですね、3秒ぐらいジャーっと水が出る感じです。これもデメリットというか仕様なんでしょうがないんですけど、少しでも水を節水したいキャンピングカー乗りの方は注意が必要だなと思いました。で生活用水タンクはこの下にあるんですけど、アクセスこっちからできないんで、下から出すだけになりますんで、掃除ができないと思います。多分買ったばっかしは綺麗だからいいんですけど、キッチンハイターとか入れて除菌しても取れない水とかも絶対出てきます。なのでそこが少し気になりました。この使い勝手良かったマンチルームなんですけど、少し防水性能が気になりました。こういったパッキンのところは大丈夫なんですけど、ネジン等とかそのままなんで、コーキングとかされてないんで、なんか防水性能がどうかなと思いました。いつか錆びるかなと思います。で窓の間とかもネジとか見えてますんで、ここも水入ったら少し心配だなと思いました。でこんな感じでシェード開けてもここに水滴がついています。多分水が入って溜まったのがこの閉めた時について上がったんだと思います。あとはこの綺麗な鏡の裏とかですね、これも結構配線とか見えてたりしますんで、この隙間は埋めた方がいいかなと思います。こういった壁とかね、綺麗にコーキングされてますんで、コーキングの場所をもっと増やした方がいいかなと思いました。あとはこの鏡はできないんですけど、こっち側もう一個シャワーカーテンとかつけて、もう物理的に水がかからない状態にしてもいいかなと思いました。次、車内で気になったことなんですけど、この運転席と後ろの席に移動がこの隙間間しかないんで、ちょっと行きにくかったです。運転席、この補助席は倒せばまだ行きやすいと思いますが、少し工夫が必要だなと思いました。でもですね、このことを JP さんに出発する前に話したら、もう自分の乗っているジルのようにこのバンクのここ切り取る言ってました。なのでこれはもう快適になると思います。次、この綺麗な照明なんですけど、結構ねちらつきます。というのも他の電気ボイラーとか使ったらちらつきます。一回やってみますね。はい、じゃあボイラーオンしました。こんな感じで分かりますかね。カメラに映ってると思うんですけど、この上の方がちらつきがあります。こんな感じで何か他に電気を使うとちらつきます。これは使う電気によるんですけど、ボイラー使った時は毎回こんな感じでちらつきました。次はこのベッドですね。朝もお伝えしたんですけど、フルフラットにしてからこの常設ベッドモード横にする感じで、このテーブルだけ上げるというのができませんでした。で直す時もここテーブルが邪魔になってこう押しにくい感じですね。でこの辺はまだいけるんですけど、最後縁ですね、ここ最後乗せるんですけど、こっちがいいんですけど、向こうとかかなりやりにくくてちょっと面倒だなと思いました。あと必要なのがこのロック部位みたいなやつですね。これも必要です。
このソファーはずらすだけでこうくっついてるんで、簡単にフラットになるのはすごいいいなと思いました。この辺の作り方はハッピーワンでのノウハウが蓄積されてるんだなと思いました。実際によく使う例として、この普通のモードからこちらだけ常設ベッドにするっていう時なんですけど、この時にここの引くんですけど、やっぱこれが邪魔で引きにくいんですね。なんでちょっと使い勝手が悪いなと思いました。もうフラットにするかこの状態にするかっていうなら問題ありません。これは視聴者様のコメントであったんですけど、自分もちょっとそうかなと思ったんでお伝えしていきます。こんな感じで JP スターさんのロゴはテーブルのすぐ上にあります。で、こういった入り口のところですね、ここもあります。この辺は好き嫌い分かれると思うんですけど、なくすオプションも選べたらいいですよね。特に外にあるサイドオーニングなんかは外せれたら横幅が2メーター切ります。1メーター95センチになります。キャンプ時はかなり強い電動オーニングですが、もう車中泊しかしないという人はいらないと思いますので、そういったのも選べたらいいですよね。次は家具や立て付けることなんですけど、家具の細かいところに不具合やチープさがあります。自分は大手ビルダーナッツ RV さんやバンテックさんに乗ったことあるんですけど、それと比べると細かいところですがチープさはやっぱりあります。例えば家具のこういったボタンですね、こうやって押して出すんですけど、こうやってたまに開かなかったり開くポイントがあったりします。これは JP スターさんじゃなくて今度のメーカーさんだと思うんですけど、こうやってつくときもこう押してやるんですけど、ちょっと今オフにしてたんですけど、なんかつかない時があってライターでつける時もありました。あとはそうですね、こういった隙間とかですね、気になる人は気になると思います。自分は3年前のハッピーワンの初代とかを見てきたんですけど、それに比べるとかなり精度は上がってると思います。ただやっぱりまだまだ不具合はあると思います。で、購入すると3年保証があるみたいなので無償で直してくれるそうです。ですがやっぱり JP スターさんに行かないといけませんので、 JP スターさんに近い場所かまたは代理店に近い方がいいと思います。これは JP スターさんに限らずどのキャンピングカーでも同じようなことが言えるんですが、絶対にキャンピングカーの装備は壊れますんで、自分で直せない方はお店が近い方がいいと思います。で、今回この動画で出たデメリットは多分 JP スターさん直すと思います。その辺の速さも魅力ではあります。なので不具合があっても直してくれたら許せる人は購入しても不満がないと思います。まあ言うたら変な言い方なんですけど、ユーザーが使って不具合が出たら JP スターさんがどんどん直してブラッシュアップしていく、そんな感じのキャンピングカーになると思います。で、保証が切れた後の3年後も JP スターさんは最後まで面倒見ると言ってますんで、その辺は安心して使えると思います。なので資金と納期待ってる人は大手のビルダーを買ってもらって、少しでも安く、または JP スターさんの社風が好きで新しいものが好きな方はディスカバリーがいいかなと思います。といろいろ思ったんですけど、今回のディスカバリーは日本のキャンピングカーの文化に大きな影響を及ぼすと思います。2年後いろんなものが逆転しているかもしれません。これは誰にも止められません。今までは高くていい部品を装着したキャンピングカーが多かった印象です。価格も上がっていきます。これからは低価格でもいい装備どんどん出てきます。 Amazon でも品質の高いキャンピングカー用品どんどん出てきています。こういった最新のものをどんどん取り入れていく JP スターさんは台風の目になると思うし、そういった新しいビルダーさんもどんどん増えていくと思います。ユーザーにとっては恩恵ありますが、既存のビルダーさんは頭を抱えることが多くなってしまうかもしれません。まあ YouTube の世界も同じようなものですが、まあ素人キャンピングカーユーザーの妄想ですがお伝えしました。自分は今後も RV 協会だからとか協会じゃないからとかではなくて、自分がいいと思った興味のあるキャンピングカーを動画にしていきたいです。また要望やリクエストありましたら動画作りますので、ぜひコメントを入れておいてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。